ねえねえマリサ、どうしたんだレイム。早いもので2025年も4月に入っちゃったわね。そうだな、朝晩の気温も上がってきて過ごしやすくなってきたな。思うんだけど毎年4月頃になると、干支に関する話題を聞く機会がぐっと少なくなる印象があるわ。確かに年明け直後はよく耳にするがそこから成人式やバレンタインなどの、いろいろな行事やイベントを経ていくうちに干支の話題が減っていくのかもしれない。ということでマリサ今年の干支である蛇に関連したカードの話を聞きたいわ。と突然だな。だがいい機会だ蛇を連想させるカードについて語ってみるぜ。サンキューマリサ。ただ蛇を連想させるカードならすでに多くのカードが登場しているが、どんなカードがお望みかな？それなら蛇を連想させるデザインで、現環境ではあまり見かけないテーマの話なんてあるかしら？だったらゴルゴニックについての話があるけど聞いてみるか？ゴルゴニック？存在だけは知ってるわ。これは属するモンスターが岩石族で構成されているカテゴリなんだ。へえ、蛇を連想させるカードなのに爬虫類族じゃないのね。ああ、珍しい仕様だがデュエルにおいては不憫な印象が強いカード群だ。そうなの？ぜひとも教えてほしいわ。よしよしだったら今回はゴルゴニックについて解説するぜ。よろしく、ゆっくり見ていってね。ゴルゴニックって存在は知ってるけど中身はよく知らないのよね。ゴルゴニックはギリシャ神話に登場するメブーサをイメージにしたカード群だ。が画像が怖すぎる。メブーサというのは見たものを恐怖で石のように硬直させるとされ、無数の蛇でできた頭髪イノシシの派生道の手黄金の翼を持つとされる怪物だ。何それ怖い。そんなメブーサの石化を再現しようとして登場したのがゴルゴニックなんだ。どんなカードたちなの？ゴルゴニックはアニメゼアルセカンドの劇中において、シャークと戦ったアビスとベクターの2人が刺激していたテーマで、OCG では2013年11月16日に発売されたレガシー・オブ・ザ・バリアントで、初登場したカード群だ。現環境では見かけないカードたちだし存在自体を知らない人もいるんじゃない？そうだな、これらのカードたちはその性質上岩石族デッキ以外では活躍しがたい点があり、岩石族デッキが少ない現環境では見かけないカードたちだな。メブーサの石化というテーマのモチーフ自体は良さそうなのに、なんだか不憫だわ。ということで今回はゴルゴニックがなぜ失敗したのか、何が機能しなかったのかなどの点に着目してこのテーマについて分析するぜ。いいわねぜひとも教えてちょうだい。よしよし、まずは OCG 化されているゴルゴニックカード5種類を、それぞれ紹介していくぜ。興味が湧いてきたわ。1枚目はこのテーマの切り札であるゴルゴニックガーディアンの紹介だ。どんなカードなの？こいつは攻撃力1600守備力1200ランク3闇属性の岩石族モンスターで、レベル3の岩石族2体を素材にしてエクシーズ召喚で出すことができる。エクシーズ素材に種族の縛りがある。そしてこいつには自身のエクシーズ素材1つを取り除くことで、相手モンスター1体の攻撃力を0にした上でそのモンスターの効果を無効化してしまう、強力な効果があるんだ。攻撃力弱体化と効果無効めちゃくちゃ強力じゃない。しかもこの効果は相手ターンにも発動可能なフリーチェーン効果であり、場に出ているだけで相手モンスターの攻撃を牽制できるだけでなく、相手モンスターの効果発動にチェーンして使用することも可能だ。厄介なモンスターだわ。加えて1ターンに一度攻撃力0のモンスター1体を破壊できる、モンスター除去効果も持っているんだ。これまた強力な除去効果ね。しかもこいつの場合は対象モンスターがたとえ戦闘効果破壊耐性を持っていても、それを無視して確実に除去することができる。そっか、効果が無効化されるから効果破壊耐性も無視できるのね。しかもこの効果は攻撃力が0のモンスターを破壊する効果で、こいつの効果以外で攻撃力が0になった場合でも元々の攻撃力が0の場合でも、関係なく除去可能で対象範囲が広い特徴があるんだ。効果を見る限りは強力なカードだと思うけど現環境で見かけないのはなぜかしら？確かにゴルゴニックガーディアン自体は強力な効果を持つモンスターだが、問題はこいつの効果発動に至るまでのサポートが貧弱な点だ。そうなの？まずこいつを出すための素材にはレベル3の岩石族2体が必要で、ゴルゴニック単体では展開力が低くこいつのエクシーズ召喚につなげにくいため、どうしても他の岩石族テーマを組み合わせる必要が出てきてしまう。確かにカードの種類が少ないし、ゴルゴニック単体ではデッキ枚数を埋めることも難しいわ。もっと言えば岩石族のレベル3が主力のデッキ自体が極めて少ないため、強力な効果を持っているにもかかわらずデッキ採用率は低いのが現実だ。悲しい現実。ゴルゴニックガーディアン自体は非常に優秀だがこいつを出すために必要な、メインデッキのサポートの半数以上が機能不全な印象が否めないんだ。マリサゴルゴニックの下級モンスターについて教えてほしいわ。よしよし、次からはそんなゴルゴニック下級モンスターたちを、1種類ずつ紹介していくぜ。楽しみだわ。1枚目はゴルゴニックガーゴイルだ。どんなカードなの？こいつは攻撃力1000守備力800レベル3闇属性の岩石族モンスターで、自分が岩石族の通常召喚に成功すると手札から自身を特殊召喚できる効果がある。岩石族限定だけど便利な効果じゃない。この効果を活用すればレベル3の岩石族を通常召喚した後に自身を特殊召喚することで、そのままゴルゴニックガーディアンのエクシーズ召喚につなげる動きが可能になる。岩石族デッキに採用すれば展開力を上げられそうだわ。確かにこいつの効果を活用すればダマシアナライザ
ザーなどの、アダマシやテーマと組み合わせることでシンクロリンク召喚につなげる展開が可能で、活躍の場は存在するが他の岩石族展開札と比較すると明確に劣るため採用率は低い。ブロックドラゴンにはかなわないわね。ゴルゴニックにおいては唯一まともな展開札ではあるものの、岩石族の通常召喚にしか反応しない点で汎用性の低さが否めないんだ。使う状況が限られる。続いてはこのカードゴルゴニックケルベロスを紹介するぜ。どんなカードなの？こいつは攻撃力1300守備力300レベル3闇属性の岩石族モンスターで、自身の召喚成功時に自分フィールドに存在する岩石族すべてのレベルを3にする効果がある。岩石族限定のレベル調整効果。この効果はゴルゴニックガーディアンを出すためには必須の効果で、一応場に複数体の岩石族が並んでいればそれらのレベルをまとめて変更できるが、岩石族が並んだ盤面ができることは少なくわざわざ召喚権を消費してまで、効果を発動するメリットも少ないため使う価値が薄い。そうねレベルを変えても特に意味がなさそうだわ。そうだなランク3のエクシーズ召喚のため以外はレベルを変える意味はないな。レベルの変えなくてもできてしまう展開が多いわね。そんなわけでゴルゴニック以外のテーマとの、混合デッキにおいてもデッキ採用の優先度が低いのが現実だ。悲しすぎる。お次はこのカードゴルゴニックグールを紹介するぜ。どんなカードなの？こいつは攻守100レベル1闇属性の岩石族モンスターで、自分の場に同盟カードが存在する場合に300ライフポイントを払うことで自身を特殊召喚できる効果を持っているんだ。あれ？レベル1のモンスターなの？気づいたようだなレイム。レベル1のモンスターではランク3のガーディアンが出せないじゃない。それこそがこいつの問題点だ。レベル1であるがゆえに戦術したケルベロスなどでレベルを調整しないと、切り札であるガーディアンへ繋がらないんだ。なんでそんな仕様に？その理由はアニメ劇中におけるグール3体をフィールドに並べて、その後ケルベロスの効果によってレベル3の岩石族4体をフィールドに揃え、それを素材にガーディアン2体をエクシーズ召喚する展開を OCG で再現するためだ。なるほどアニメ劇中の展開を再現しようとしたがゆえの仕様なのね。しかしながらそれが同時にゴルゴニックの全体的な評価を下げてしまう結果を生んでしまった。このカードの活用方法はないの？一応こいつがレベル1である点を活かして、141の効果でフィールドに特殊召喚したり、三影獅子の効果で手札に加えればこいつの効果の発動条件を満たしやすいが、そこまでするメリットは少ないな。そうねサーチ効果の対象としてグールの優先順位は低そうだわ。そんなわけでゴルゴニックグールは、手札に同盟カードを複数枚引いて初めて意味を持つカードであり、扱いづらい印象があるんだ。不憫すぎる。ゴルゴニック下級モンスターの最後はこのカード、ゴルゴニックゴーレムの紹介だ。やっぱり全部で5種類って少ないわね。OCG 化されているゴルゴニックは2025年4月現在も全部で5種類なんだ。少なすぎる。私個人的にも早急に強化改善してほしいテーマだな。救いの手を。そんなわけで最後のゴルゴニックカードを紹介するぜ。どんなカードなの？こいつは攻撃力1200守備力600レベル3闇属性の岩石族モンスターで、自身が戦闘破壊されると破壊したモンスターの攻撃力をゼロにする効果と、自分メインフェーズに墓地の自身を除外することで相手フィールドにセットされている、マジックトラップカード1枚の発動を1ターンだけ封じる効果を持っているんだ。あら今までの下級モンスターたちと比べれば、効果に種族の縛りがないし強力な効果じゃないかしら？弱体化効果に関しては攻撃力ゼロモンスター相手に効果を発揮する、レクティレステーマをサポートできる利点がありマジックトラップ封じについては、週末の騎士や岩投げアタックを使えば簡単に墓地へ送ることが可能だ。闇属性サポートと岩石属サポートの両方の恩恵を受けられる。また除外した後も闇次元の解放や化石岩の解放を使うことで、除外状態から特殊召喚することが可能で弱体化効果とマジックトラップ封じの再利用ができる。サポートカードが豊富。以上の理由からこの墓地効果に関してはサポートカードと組み合わせることで、岩石属デッキ以外でも使える可能性があり他のゴルゴニック下級と比較すれば、活躍の場が多い印象がある。やっぱり効果に種族縛りがあるかないかで汎用性が違ってくるわね。そうだな効果の発動条件が種族やレベル召喚方法などに依存しているカードは、どうしても採用されるデッキが偏ってしまうため不憫な印象を持たれてしまう。まとめると岩石属召喚時に手札から自身を特殊召喚できるガーゴイル、召喚時に自分の岩石属すべてのレベルを3に変更できるケルベロス、場に同盟カードが存在する場合に300ライフポイントをコストに自身を特殊召喚できるグール、戦闘破壊された場合の弱体化効果とマジックトラップを封じる墓地効果を持つゴーレムの4種類。よく覚えていたなレイム教えがいがあるぜ。サポートカードがモンスターカード4種類だけで、マジックトラップのサポートが存在しないのはやっぱり不憫すぎるわ。ちなみにアニメ劇中においては、岩石族1体のレベルを上げることができる通常魔法のゴルゴニックファイル、岩石族2体を蘇生させる効果がある通常魔法のゴルゴニックリチューアル、ゴルゴニックに指定された相手モンスターの攻撃対象を他のモンスターに移し替える、永続トラップのゴルゴニックテンプテーションが登場しているが OCG 化されていないんだ。なんでなのコナミさん。アニメ劇中のゴルゴニックは、シャークとデュエルをしたアビスとベクターという2人のキャラクターが刺激し、2回に分けて登場したテーマであり劇中の展開を再現してみたいファンもいるはずだ。ゴルゴニックマジックトラップカードが OCG 化されなかった理由がわからないわ。まあこれは憶測の域を出ないがアニメ劇
劇中において、シャークに対して直接攻撃を決めたカード展開が披露されたんだが、それを成功させるためには7枚コンボプラス2ターン経過が必要という、難易度が高すぎるカード展開が必要でアニメ登場時から扱いづらい印象を与えたことが全てのカードが OCG 化されなかった理由の一つだと思われる。あくまでもアニメを盛り上げるためのテーマということかしら？そうだな。2回に分けて刺激したアビスとベクターの2人も、最終的にはシャークに敗北していて私個人的には、使うなという公式からのメッセージに見えてしまった。とっても残念だわ。今後もテーマ化されることはないの？例えばデュエリストパックのようなアニメキャラが刺激したテーマを強化する、特別なパックが新たに登場すれば、ゴルゴニックに強化の順番が回ってくるかもしれないぞ。それは胸熱。その上で OCG 化されていないカードの収録やゴルゴニック新規が登場したら、ゴルゴニックがデュエルで活躍できるテーマとして進化できるかもしれないな。そうね、アニメに登場したマジックトラップ3枚はぜひとも OCG 化してほしいわね。そうだな。特にゴルゴニックパイルとゴルゴニックリチュアルの2枚は、ゴルゴニック以外の岩石族テーマのデッキにも採用することができるから、アニメの効果のまま OCG 化されれば岩石族デッキを強化することができる。岩石族デッキの可能性が広がる。2013年11月に初登場して2025年4月現在に至るまでの約12年、一度も強化されていないゴルゴニックだが公式に存在を忘れられていなければ、今後強化される可能性はゼロではないはずだ。忘れないでコナミさん。こうやって話題にすることで不憫なカードたちの強化に繋がったら嬉しいよな。コナミに届け、マリサゴルゴニックについてもっと知りたくなってきたわ。だったらここからはゴルゴニックを、他のテーマと組み合わせた場合の活用方法を紹介していくぜ。最高よマリサ、どんどん語ってちょうだい。よし次だ。まずはゴルゴニックとアダマシアを組み合わせた場合の活用法の紹介だ。私も学びたいわ。ゴルゴニックは同じ岩石族テーマであるアダマシアとサポートカードを共有することができその恩恵を受けることができるんだ。同種族のテーマ同士だから相性がいいのね。まずアダマシアアナライザーをはじめとするアダマシアチューナーから解説するぜ。教えて。アダマシアチューナーたちはそれぞれが特定の条件を満たすことで、自身を手札から特殊召喚できる効果がある。便利な展開札。加えて自分のデッキトップ5枚をめくりその中からチューナー以外でレベル4以下の岩石族1体を選んで特殊召喚する共通効果を持っているんだ。そっか、効果にテーマの縛りがないから、ゴルゴニックモンスターたちも特殊召喚できちゃうのね。この効果でゴルゴニックグールを特殊召喚することができれば、手札にある2体目以降のグールを出す条件を満たすことができる。そうね、その時に手札にグール2枚を持っていれば、続けて特殊召喚してフィールドにグール3体を出せるわね。さらにアダマシアチューナーの召喚にチェーンしてガーゴイルを出せば、グール3体プラスアダマシアチューナープラスガーゴイルを場に揃えることができ、戦況に応じてシンクロエクシーズリンク召喚につなげることができるんだ。すごいコンボだけど展開に使うカードが限られてる。そうだな。アダマシアチューナーの効果でグールを特殊召喚することと、手札にグールとガーゴイルを持っていることが前提であり、アダマシアクリスタ3種を特殊召喚した方がさらなる展開をつなげることができる上に、アダマシアライズ3種のシンクロ召喚にもつなげやすく強固な盤面を作りやすい点が否めない。テーマ内のカードを展開する方が強い。続いてアダマシアをサポートするマジックトラップカードの解説だ。詳しく知りたいわ。まずアダマシアラピュタイトというフィールド魔法から紹介するぜ。ゴルゴニックにも使えるの？1の効果限定だがこのカードがフィールドに存在する限り、自分フィールドの岩石族モンスターの攻守は500ポイントずつアップする。岩石族モンスターであればどんなモンスターでも OK なのね。その通りだ。アダマシアはもちろんゴルゴニックだけでなく、それ以外の岩石族テーマのモンスターのステータスをまとめて底上げすることが可能だ。ありがたい効果だわ。ただし2の効果はデッキのアダマシア5枚を好きな順番で、デッキトップに置くことができる効果でありゴルゴニックは恩恵を受けることができない。あくまでもアダマシアをサポートするカードだから仕方がないわね。続いてのカードはアダマシアサインという通常マジックカードだ。どんなカードなの？このカードには自分の墓地から岩石族1体を守備表示で特殊召喚する効果があり、蘇生する対象の数と表示形式の制限がついている点で異なるものの、アニメ劇中のリチュアルのように使えるカードなんだ。そうね、確かにゴルゴニックを蘇生できるわね。そしてこの効果でグールを蘇生させれば手札から2体目以降を出せる上に、ゴルゴニック蘇生後にケルベロスを出してレベルを3に統一させれば、ゴルゴニックガーディアンのエクシーズ召喚につなげることが可能になる。確かに恩恵を受けられるけどやっぱり限定的な効果だわ。そうだな。一応蘇生効果でアダマシアを特殊召喚させれば、追加効果でデッキの岩石族下級1体をデッキトップに置くことができるから、ゴルゴニックをサーチすることが可能だがやはりアダマシアを選んだ方が、次の展開につなげやすい点が否めない。なんかゴルゴニックがアダマシアの足を引っ張ってるような。お次はアダマシアフレンズという通常魔法の解説だ。どんなカードなの？これは自分フィールドの岩石族の数プラス5枚の枚数分だけデッキトップをめくり、めくった枚数以下のレベルを持つ岩石族1体を手札に加えることができる効果
を持っている。なるほど、フィールドの岩石族が0体でもデッキのカードをめくることができるのね。めくったカードの中にレベル5以下の岩石族が含まれていれば、確実に手札に加えることが可能でアダマシアもゴルゴニックも、両方のモンスターが恩恵を受けることができるぞ。あら、今までの2枚と比べれば、ゴルゴニックとアダマシアの混合デッキでも効力を発揮できそうだわ。確かに戦術したサインと併用してゴルゴニックの展開に全振りすれば、ゴルゴニックの展開力を上げられるが相手ターンに備えて強固な盤面を作るなら、やはりアダマシアを展開するために使用した方がサポートカードの全ての効果を有効活用することができるため効果を使うメリットが多いんだ。またもや足を引っ張ってる感が残り2枚のトラップカードに期待よ。期待しているところ悪いがアダマシアサポートのトラップカードである、アダマシアリリーブとアダマシアレゾナンスの2枚は、自分の場にアダマシアモンスターや、アダマシアシンクロモンスターが存在することで効果を発動できるカードだから、ゴルゴニックとは相性が悪い。やっぱりアダマシアテーマの展開力を下げてしまってるわね。そうだな、結果的にゴルゴニックとアダマシアを共に採用したデッキの場合、アダマシアサポートカードの恩恵を受けられる上に、エクストラデッキから出てくるゴルゴニックガーディアンは強力だが、それを出すためのメインデッキに関しては全体的な質を落としてしまっている。とっても残念だわ。一応アダマシア以外にもマグネットゴリアーを組み合わせた場合の、ゴルゴニックの活用法もあるぞ。そっか、マグネットゴリアーテーマも岩石族テーマだったわね。その通りだ。中でもゴルゴニックと同じレベル3の岩石族で構成された、エレクトロマグネットゴリアー3体と組み合わせるとゴルゴニックガーディアンのエクシーズ召喚に、つなげやすくなるんだ。それなら岩石族の通常召喚に反応するゴルゴニックガーゴイルなら、エレクトロマグネットゴリアーとの相性がいいわね。その通りだ。エレクトロマグネットゴリアーを通常召喚しそこにチェーンしてガーゴイルを出せば、フィールドにレベル3の岩石族2体を揃えることができる上に、エレクトロマグネットゴリアーに共通する召喚時の効果を発動することができる利点がある。でも相性のいいカードがピンポイントすぎる。マグネットゴリアーテーマに関しては、ガーゴイル以外のゴルゴニックでは、コンボに繋がらずゴルゴニックが闇属性である点でマグネットゴリアーサポートとの相性が悪くゴルゴニックとマグネットゴリアーだけでは戦力にならないため、必然的に戦術したアダマシアとの併用が必須になってしまう。ゴルゴニック×アダマシア×マグネットゴリアーの混合デッキなの？これらは3つとも岩石族テーマであるためマグネットゴリアーモンスターたちも、アダマシアマジックカードとの相性が良くその恩恵を受けることができる。アダマシアテーマを加えると岩石族デッキの展開力を上げられるのね。そしてこの混合デッキに、2025年4月に制限復帰を果たしたばかりのブロックドラゴンを採用することで、岩石族混合デッキの展開力をさらに向上させることができるんだ。制限復帰おめでとう。ただブロックドラゴンに関しては1の効果でゴルゴニックを守ったり、2の効果でゴルゴニックをサーチすることが可能だがブロックドラゴン自体を特殊召喚するためのコストにゴルゴニックを使うことができず、ブロックドラゴンに対して恩恵を与えられない点が否めない。効果の恩恵を受けられるのに受ける側は恩恵を与えられない。これまた悲しすぎる。そんなわけで岩石族混合デッキに採用できるゴルゴニックカードは、汎用性の高い効果を持つガーディアン通常召喚にチェーンして出せるガーゴイル。ガーディアンを出すためのレベル調整に必要なケルベロスの3種類くらいだが、それでもデッキに必ず採用するような必須カードとは言えないんだ。そうね、混合デッキよりも、アダマシアとマグネットゴリアーそれぞれの単体デッキの方が強そうだわ。そうだな、私の個人的な感想としてもガーディアンは優秀だが、他のゴルゴニックに関してはアダマシアマグネットゴリアーともに、デッキに採用することでやはりそれぞれのデッキの質を落としてしまい、採用しない方が強いデッキになるというマイナスの印象を持ってしまった。本当に不憫すぎるわゴルゴニックに救いの手を。ということで以上が不遇なカード群であるゴルゴニックについての解説だが、霊夢どうだった？サンキューマリサ。とりあえず今私が思ってるのは、早く救ってあげて、ということよ。そうだな、今回ピックアップしたゴルゴニックを分析してみた結果、メインデッキに入るカードの半数以上が機能不全である印象が強い上に、展開力一貫性サポートカードが欠如していてアニメに基づいたテーマだが、現代環境に追いついておらず制限復帰したブロックドラゴンとも、微妙に噛み合っていないため現状のままでは活躍できないイメージを払拭できなかった。やっぱりテーマ自体の大幅な強化が必要ね。この際だからテーマ強化のためのパックではなく、ゴルゴニック主体で岩石族闇属性中心の構築済みデッキを出してくれたら、大きな強化に繋がるはずだ。それは胸熱。どうせならゴルゴニック新規カードをたくさん盛り込んだデッキにしてほしいわ。コナミの発想に期待したいな。頼むわよコナミ。最後に今回ピックアップしたゴルゴニックのように、視聴者の皆さんが思う不憫なイメージのあるテーマや強化してほしいテーマがあれば、ぜひこの動画のコメント欄で教えてほしいぜ。そうね、存在を忘れられていそうなテーマがまだまだありそうだわ。ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。